こんにちは、ミッキーです。今回は銀座有楽町カフェ&グルメ5選としてご紹介します。クリスマスも目前となったこの季節、丸の内のイルミネーションはもちろん、東京ミッドタウン日比谷のライトアップなど、都内でも屈指のクリスマススポット、銀座有楽町から今回5店舗ご紹介します。今回はモーニングを中心にご紹介。一方で東京で隠れ家的に使いまして、名物のロールキャベツが抜群に美味しいお店に出会いましたので、カフェ&グルメとしてご紹介していきます。銀座有楽町に関しましては過去にも複数回特集していますので、ぜひ過去の動画も参考にしつつ充実した東京巡りをしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、早朝から行列のできます銀座の大人気喫茶店トリコロール本店です。私も久しぶりに訪れたんですけれども、やはり行列ができていまして、席に着くまで30分以上かかりました。とはいえ、並んででも訪れてほしいようなお店なので、皆さんも改めて参考にしていただければと思います。銀座あずま通り、重厚なレンガ造りの2階建ての建物が印象的なこちらのお店。昭和11年に東京銀座で産声を上げましたトリコロール銀座です。キーコーヒーの創業者であります柴田文治氏が開きまして、今では銀座を代表する老舗喫茶店の一つです。夕暮れ時になると、お店のそばにありますフランス製のガス灯が優しく路地を照らしていまして、そんな風景もなんともロマンチック。まるで昭和にタイムスリップしたかのような雰囲気も楽しむことができます。入り口は木製のレトロな回転扉。そちらをくぐって店内に入りますと、赤いベルベットのソファーとバーカウンターが広がっています。そして螺旋階段で2階に登りますと、レンガ造りの暖炉を囲むようにベルベットのソファーとテーブルがゆったりと配置されまして、天窓からは太陽光が降り注ぐ心地の良い空間が広がっています。そんな2階席は11時半から開放。ちょうどモーニングが終わった後から利用することができます。さて、こちらのトリコロール、2021年、2022年と連続で食べログ100名店にも選ばれていまして、味も抜群。昔の人が好んだまろやかさを感じますアンティークブレンドコーヒーや、インドネシアの直営農場で収穫されましたトアルコトルジャコーヒーのコーヒー系ドリンクを中心に幅広いラインナップ。特にトリコロール銀座こだわりのコーヒーは、注文後から豆をひいて丹念にネルドリップで抽出。カップに顔を近づけますと広がる芳醇な香りはまさに極上です。またスイーツなどの焼き菓子も充実。リンゴの甘みをしっかりと感じられるようなアップルパイや、注文後にクリームを詰めて仕上げてくれますエクレア。軽食にちょうどいいサンドイッチなど、コーヒーに合わせたいフード類も非常に充実しています。さて、こちらは名物のカフェオレ。お客さんの目の前でミルクとコーヒーを高い位置から注ぎ入れるパフォーマンスは一見の価値があります。入れる際にはコーヒーとミルクの比率も効いてくれますので、お好みを伝えていただいて提供していただくのがいいかもしれません。喫茶店でコーヒーを頼むと、小さなカップに7分目までしかコーヒーが入ってなくて、もっと飲みたかったなと思うこともあるかと思うんですけれども、このカフェオレは映像からも伝わるかもしれませんが、なみなみに注いでくれますので、とても満足感の高い一杯になっていました。さて、そんなトリコロール本店、朝8時から11時半まで提供していますモーニングメニューは特におすすめです。今回はこちらのモーニングセットをいただいています。モーニングセットは厚切りトーストと新鮮なサラダのワンプレート。トーストの上で溶けやすいように適度に温まった状態でバターが提供されまして、ちょっとした感動も覚えました。バターを滑らせた香ばしいトーストはサクッという音とともにじゅわっとバターが溶け出して、朝から幸せな気分になるかと思います。シンプルなメニューだからこその素材の上質さが引き立っています。こちらに関しましてはドリンクメニューにプラス550円でいただくことができますので、今回注文しましたカフェオレ以外にも気になるものがあれば合わせていただいてみていただければと思います。さて、もう一つは以前にいただきましたアップルパイ。
こちらのアップルパイも人気なメニューでございまして、リンゴの皮を剥くところから全て店内で手作りしている一品。あとは先ほどちらっとご紹介しましたエクレアも看板メニューになっていまして、そちらも大注目になっていますので、次に訪れる際には注文してみたいなと思います。続いてご紹介しますのは、2021年7月にオープンしました銀座朝食ラボ東京。職人が丁寧に料理した和洋小鉢のホテルビュッフェのお店です。職人の技が光る季節ごとに変わりますこだわり小鉢の9マストレイで銀座の朝ごはんを堪能することができるお店です。銀座の中心地にあるモダンなホテルミュッセ銀座名鉄の2階に位置する店舗。あらゆる宿泊者がいる土地柄だからこそ、多様化したニーズに応えるために考案されたのがこちらのモーニングでした。好きなものを少しずついろいろと食べられて誰もが楽しめる、そんなコンセプトでオープンしています。店内はシンプルでモダンな雰囲気、天井が高くてとても開放的な空間にもなっています。そんな空間では大きな窓から外の太陽の光がたっぷり降り注ぎ、空間としては明るく優しい空間になっています。さて、ここからは小鉢について。カラフルな小鉢で提供される料理は少量ながら本格派。一つ一つ食材にこだわって職人が心を込めて料理しているとのことです。食材は地産地消にもこだわる東京のブランド豚、東京 X や江戸前のあさり、新鮮な江戸野菜を楽しめるメニューが豊富です。和食のメニューには自家製の出汁にこだわって、洋食には懐かしい洋食を再現しているとのことです。そんな工夫がたくさんありまして、東京の味を楽しめるような工夫がなされています。特に東京 X はライブキッチンで黄金だしを使ったしゃぶしゃぶをいただくこともできます。しっかりとした肉質とカツオと昆布で取っただしは抜群でした。さて、この日は朝食50分2420円のコースでいただいています。朝食に関しましては50分プランのみになっていまして、平日休日ともに7時から11時まで。休日に関しましては少し料金が上がりまして、税込みで2750円です。ランチになりますと、平日の場合は50分もしくは90分から選ぶことができます。土日祝日はランチは90分のみになっていますので、その点はご注意ください。また、これら小鉢の他にも注目なのは、いつでも炊きたてご飯が楽しめるような土鍋ご飯。1日に何度も炊き上げています土鍋ご飯はまさに絶品。お米の銘柄はスタッフが何種類も試食した上で検討を重ね、選び抜かれたものだとのこと。そのままでもいいんですけども、ブランド生卵や削りたての鰹節で卵かけご飯を楽しむのも良さそうです。そんな工夫をしながら自分なりのアレンジをしてご飯を楽しむことができます。一方で洋食派の方には国産小麦を使った天然酵母パンやマフィンもおすすめ。それぞれ数種類ずつ並んでいますので、好きなものを選んでいただいてお好みの量でいただいてみてほしいです。また、ご飯に関しましては旬の食材を使用した炊き込みご飯を月替わりで提供しているとのこと。毎月ごとに新たな旬を楽しむこともできますので、ぜひそういった炊き込みご飯も楽しんでみてほしいです。ちなみに小鉢メニューに関しましては9月、12月、3月、6月のタイミングで変わりますので、切り替えのタイミングにもご注目ください。そして最後はデザートのフレンチトーストと自分で作る手作りもなか。こちらは自分であんこを詰めて楽しめるようなスタイルでした。続いても朝から行列のできます大人気ベーカリーカフェ、セントルザ・ベーカリー銀座店です。日本人はもちろん、特に外国人観光客からの人気が高いのも特徴的です。そんなセントルザ・ベーカリー銀座店は2013年に銀座に誕生しました食パン専門店。バゲットに定評のあります人気のブーランジェリー、ビロンが手掛けていることでも知られています。そんなビロンは過去に東京駅編の動画でもご紹介していますので、よかったらそちらも確認してみてほしいです。食パンごとに異なった品種の小麦粉を選び抜いて、自社牧場である美瑛放牧酪農場の牛乳をふんだんに使用。そうして焼き上げられました食パンは、それぞれに全く違った個性が発揮されますので、食べ比べるのも面白そうです。
店内はミディアムトーンの優しい木製の家具や絵が描けられまして、天井から吊るされたライトはかの有名なルイス・ポールセン。そんな上質なインテリアに囲まれまして、美味しいパンをいただくことができます。メニューは自慢の食パンの数々を食べ比べできるようなトーストセットや、食パンに贅沢にラクレットチーズを乗せたチーズトースト、そしてアイスクリームや生クリームを添えられますフレンチトーストなど、豊富なモーニングからいただくことができます。こちらチーズトーストは特に人気なメニューでございまして、目の前でチーズが溶け出していく様子も眺めることができました。なお、提供までには少し時間がかかりますので、その点はご注意ください。なお、モーニング以外にも11時からは卵サンドなどのサンドイッチ類を提供いただくことができますので、さらにラインナップが充実します。さて、この日はそんな数々のラインナップの中からフレンチトーストセットをオーダー。フレンチトーストは生クリームもしくはアイスを添えることができます。この日はピスタチオのアイスをトッピングしていただきました。アイスはバニラ、抹茶、チョコ、ピスタチオ、ラズベリーの5種類から選ぶことができます。その日のお好みで注文ください。そして提供されます食パンはなんと厚さ3センチの贅沢な厚切り。一晩濃厚なアパレイユにたっぷりと浸してオーブンで15分かけて焼かれたフレンチトースト。お口の中に入れると一瞬でとろけてなくなります。甘くてふわふわ、熱々でとてもボリューミーな一品です。そんな熱くてとろけますフレンチトーストに冷たいアイスがいいアクセントになっているのも魅力の一つ。普段何気なく口にしている食パンですけれども、素材が変わるとここまで表情豊かになるんだと気づきを与えてくれますセントルザ・ベーカリー。食べきれない場合にはテイクアウトの相談もすることができますので、ぜひ店員さんにご相談ください。続いてご紹介しますのは、有楽町からカフェレクセル東京国際フォーラム店です。人、商品、店、すべてにおいてエクセレンスでありたいという思いのもと、2014年にドトールコーヒーの派生ブランドとしてオープンしたカフェレクセル。こちらはスペシャルティーコーヒーと日本の良いものとの融合をテーマにした特別な店舗です。コーヒーは生産から焙煎、抽出までのすべてのプロセスにこだわった特別な一杯。フード類は日本各地の企業や自治体と共用した食材や調理法での特別な一皿を味わうことができます。今回は2016年に国内3店舗目にオープンした東京国際フォーラム店のご紹介です。展示会場として使われることの多い東京国際フォーラム。コンクリートの無機質な印象が強い建物ですけれども、カフェレクセルは明るい木のフェンスと足元を照らすダウンライトが印象的な温かい雰囲気。店内の席に加えまして、東京国際フォーラム内に座席を構える作業向けにもぴったりなスペースも用意されています。一席ずつランプが灯されていて、手元も明るく、電源、Wi-Fi も完備されていますので、環境もバッチリです。こだわりのスペシャルティーコーヒーは通常のドトールコーヒーとは一味違うクオリティ。バリスタおすすめの季節のシングルオリジンの他にも、季節の深入りブレンドやカフェインレスコーヒーなどから選ぶことができます。カフェラテもバリスタさんの手によってラテアートを施してご提供。コーヒーと同じく豆から選ぶことができるカフェラテも嬉しいポイントです。加えて食材にこだわりがあるカフェレクセルは、ローストした四万十ポークをたっぷり挟んだサンドや赤ワインを使用した和ボロネーゼソースが魅力のパスタ、瀬戸内海産釜揚げしらすを使ったピザなどフード類も本格的です。さて、この日はオープンから11時までに提供されていますモーニングのお得なメニューを注文しました。今回は甘い朝食の気分だったので、アンマスカルポーネトーストとセットドリンクとしましてカフェラテを注文しました。トーストはもっちりした食感と甘みが特徴の金目前入り食パンと香ばしさが特徴の全粒粉の食パンの2種類から選ぶことができます。この日は食物繊維も豊富な全粒粉の食パンを選んでいます。そしてカフェラテに使う豆はエクセルブレンドをチョイス。甘み、酸味、苦味など全てにおいてバランスが取れたエスプレッソにスチームされたミルクがとても美しかったです。もちろんラテアートも抜群でした。さて、こちらはアンマスカルポーネトースト。あんとマスカルポーネをしっかりと受け止めるように丁寧に切り込みの入ったトーストはこんがりと黄金色。北海道千歳産のあんこの甘みと
北海道産マスカルポーネのコクとクリーミーさがマッチしたトーストは朝の体を起こすのにぴったりな甘さです。このクオリティで700円になっていますので、とてもコストパフォーマンスがいいかなと思っています。チェーン店のモーニングだと結構食パンも薄かったり、そもそもこれだけたっぷりのトッピングが乗っていることも少ないかと思いますので、名前だけではなくてしっかりとエクセレンスな体験ができるお店になっています。途中でご紹介した通り、ドトールコーヒーの系列でありつつも、この間違いのないクオリティを実現しているところは、チェーン店の本気を感じられるような、そんなお店になっていました。そして最後にご紹介しますのは、東銀座駅の近くにあります銀座日東コーナー1948です。こちらは宝町駅というところからも近いですし、京橋駅からも近いです。今回ご紹介する一番の理由は、トロトロのロールキャベツ。動画の後半でご紹介しますので、ぜひ注目していただいて、気になった場合には注文してみてほしいです。ちなみにそのロールキャベツ、とても気に入りまして、このお店で提供されています冷凍を後に注文してご自宅用にも配送させていただきました。さて、そんな銀座日東コーナー1948。銀座の中心地にありながら、ひっそりとした静かな場所にあるのもおすすめのポイントです。お店の運営会社は日東物産株式会社。山口県出身の初代社長が創業した後、第二次世界大戦の前は鉄鋼の貿易業を行っていたことから、栄炭鉱を名乗っていたようです。そんな大戦の後、海軍とも取引のあった栄炭鉱は大きな転換点を迎え、戦後間もない1948年、初代は日東物産株式会社の新社名とともに銀座の地で貿易業を再開。そんな再スタートの年が店名にも刻まれています。そして1969年には3代目社長の武田陸氏が元々の貿易業で培った幅広い勝利を生かして銀座の地に当店の前身となる洋風飲食店を開業したことから始まります。そんなお店で今回はミディアムグレードコースという7000円のコースをいただいています。まずはスパークリングワインとフルーツサングリアをいただきつつ、前菜のサラダをいただいています。前菜のサラダには海の幸もたっぷりと入っていてボリューム満点、豪華なサラダになっていました。店内はアンティークと観葉植物が包んでおりまして、ほっとした気持ちになれるのも特徴的。もちろんそんなアンティークも貿易業で培ったからこその見どころあふれる数々、時代を感じることもできますので、店内を見渡しながら食事をいただくことができます。こちらはもう一ついただきましたシーザーサラダ。コースの最初からお野菜を存分に摂ることができます。続いてこちらは生ハム。最初に注文しましたスパークリングワインやサングリア、他にもビールなどと合いますので、お酒はどんどん進むような一品です。そんなこちらの店の歴史に少し戻りますと、銀座の街が目まぐるしく変化する中で、著名な財界人をはじめ歌舞伎関係者、銀座を愛する様々なお客様にも愛されているとのこと。もしかすると有名な方との出会いもあるかもしれません。戦後で物資の貧しい時代に銀座の地から再決起し、商売で社会を明るくしようとした初代の熱い志を感じることができます。今映していますのはイカリング。自家製のタルタルソースも美味しかったです。この映像の一つ前に映していましたのはエビのアヒージョ。オイルがしっかり絡み合って、こちらも味わい深いメニューになっていました。なお飲み放題に関しましては2時間半のメニュー。先ほど映していましたサングリアやスパークリングワインの他にも白ワインや赤ワイン、瓶ビール、ハイボールなどがありました。そしてこちらは名物の赤いロールキャベツ。玉ねぎ、人参、セロリがソースに溶け込むまで煮込み続け、牛8、豚2のこだわりの粗挽き肉から出るエキスを吸って濃厚に仕上げたトマトソースベースのロールキャベツです。鉄鍋で提供されるので、最後まで熱々で楽しむことができます。一つ一つを丁寧に煮込まれたロールキャベツはなんと8時間も煮込んでいるとのこと。そのためナイフを使わずにお箸でも切れるぐらいトロトロに仕上がっていました。食べた瞬間にソースとキャベツ、お肉の旨味が口の中にじゅわっと広がる食感抜群でございますので、ぜひともいただいてみてほしいです。こちらはスモークサーモンとレバーペーストのブルスケッタ2種。先ほどご紹介したエビのアヒージョと合わせていただくのもおすすめでした。そして締めは本日のパスタ。こちらも最後までボリュームたっぷりいただくことができました。ちなみにロールキャベツに関しましてはおすすめの食べ方もメニュー表に記載。濃厚で香味野菜がとろけるトマトソースはライスとの相性も良く、締めにご飯を入れてリゾット風にするのもおすすめとのことでした。以上、今回は銀座有楽町カフェ&グルメ5選としてご紹介しました。今回5件と少し絞っているんですけども、
特に満足感が高いお店のみをご紹介しています。中でもトリコロール本店やセントルザ・ベーカリー銀座に関しましては朝からとても並びますので、なるべく時間に余裕を持って訪れてみてほしいなと思っています。一方でカフェレクセルさんなんかは結構穴場でございますし、銀座朝食ラボさんも50分制が敷かれている都合、回転が結構いいのも印象的です。そして最後にご紹介しました銀座日東コーナーさんはロールキャベツが本当に美味しいので、ぜひ店頭でいただいてみてほしいですし、なかなか銀座に行くのが難しい方に関しましては冷凍食品の購入も検討いただけるといいのかもしれません。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。